ます。ガリバタダブルから。はいどうぞ、ガリバタダブルワンメンチです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いしまよろしくお願いす。します。豚の供養される。供養、はい。蛇の倉七尾さんいうて吉野のもっと奥の方にお寺さんがあって、はい。でそこで滝行とかするんですよ。動物の供養とかそういう商売の、商売で使ってるものとかそんなんも供養できるんでやっといた方がいいなと思って。滝行どれぐらいしあるんですか。滝行、まあ言っても水行って言って滝浴びるわけじゃないんですけど、はい。冷たい水の中に入ってふんどし一丁で般若心経とかあげて、でそれ何月頃ですか。雪解けなんで4月とかですかね。雪解け水で行きます。行きますか。毎日お米どれぐらい炊かれるんですか。8升ぐらい。8升。最後は15ぐらいですかね。お客さんのその客数でいうとその最高の時って何人くらい来てはる。ウーバーとかもやってて何人ってちょっとはっきり分かってないんですけど220人ぐらいですかね。これ2升分です。柔らかめに炊きたいんでね。
それは何がきっかけで？昔やってたお店、牛肉とか扱ってたんですけど、牛のなんか病気とか流行ってた。その時にちょっとどうしようかっていうことなんで、ほんでいろいろ調べて、でその時もトンテキ結構注目され始めてたんで、でこれちょっと極めてみようかなと思って、それでやり始めました。それがきっかけ。そうです。厚切り3枚出しようか。QR コード調子悪いんで、ボード出してくる。千切りカットあり。はい。ください。はい、すみません、ご飯どうぞ。お待たせしました。ミックスのニンニクできる。はい、ミックスで。はい。まあ今日は。相手の席どうぞ。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。会社が近くで
はい。今日は何をご注文され今日はミックスです。ミックス。はい。私もミックスでシングル。どんなお味でした？ご飯がとてもよく進む。おかわりさおかわれてらっしゃいりしましましたね。た。味結構濃いめなんですかね。そうですね。ご飯が進む味ですね。めちゃくちゃ濃いわけじゃないので、はいくどい感じはしない。出来たてのトンテキがすごい美味しかったです。はい。甘みも美味しくて。キャベツもいっぱいあったんで食べやすかったです。初めて来られたんですかね。いや、しょっちゅうです。しょっちゅう来ます。はい。会社近いんで、ミックスとシングル食べて、はいっていう感ミックスっていうのはどういうものですか？厚切りと薄切りのやつが両方入ってるポンじで。酢です。このクオリティの飯やったらまあ安くはないですけど、まあ高くもないかな。まあ、満足感とはいいうか。、そうです。まあトンテキを食える機会もそんなにないですしっていう。ありがとうございます。ラブ玉ミックスあります。ラブ玉のお客様。はい、ミックス玉でご飯キャベツ先に2個分かりました。ありがとうございます。エースと同い年小笠原と2枚カッパの小笠原新小笠原好きかないですか？半分くらい。はい、ニンニクももらっていいですか？お酒です。ご覧します。親指もすごい。はい、どうぞ。これは南千葉で限定でやってるんですよ。ここでしかじゃあそうです。結構人気ありますよ。お味のその特徴みたいなのってあるんですか？スパイシーなんですけど、玉ねぎとかそんなのもちょっと多めに入れて、
甘くスパイシーに出来上がるように。お出しされる時でトンテキのソース半分ぐらいつけて、あ、つけてますつけてます。はい。あれのトンテキのタレとすごい合うんですよ。やっぱり相性がそうですめちゃくちゃいい。つけなくても美味しいんですけど、まあつけた方がまあ個人的に相性合うなと思ってます。つけちゃっていいですか？そうです。出来上がりです。いらっしゃいませ。ガーリバタダブルから次のガリバタシール。はい、どうぞ、お疲れ様です。はい、ワンポンドのお客様。ワンポンドです。はい、どうぞ。薄切り300で、切り300ぐらい。はい、新玉です。お腹いっぱいになりました。はい。部活の帰りですかね。いや、今修学旅行中。北海道からお味いかがでしょ美味しかったです。う。大阪のトンテキの味は。ガーリックバター食べた人いかがでしょバターがガツンとしてて美味しかったです。ありがとうございました。押し込め肉をちょっとこのバットに出していきますので。ちょっと跳ねちゃうかもしれないです。そうです。はい、
切り込み入れておられる。そうですね、もうお肉の3分の2ぐらいまでは切り込み、真ん中斜めに入れてあげないと、やっぱりこう分厚かったり薄かったりとかするんで、やっぱ均等に入らないと、そこだけ硬くなったり、そこだけ柔らかくなって火が通ってなかったりとかする場合もあるんで。なるべく全体が均一になる。そうですね、伸ばした時にでこの辺とか分厚いんでね、こんな感じでこんなのちょっと上がってるんで、ディスペンサーでなんでワインでつけるんですか？豚肉と赤ワインの、ペーハー濃度が一緒なんでいいんですね。でペーハー濃度が一緒だと肉がアミノ酸が溶け出してで肉が柔らかくなるんで、だからいろいろ漬け込んだんですけど最初、タレに漬け込んだりとか、いろいろやってみたんですけど、麹に漬け込んだりとかね、いろいろやってみてましたけど、うちのスタイルではこれが一番いいかなと思います。ご飯どうぞ。はいどうぞ、失礼します。ラブ玉から揚げご飯だはい、ウーバーのダブ玉から揚げです。はい。はい、お皿いただきますか。はい。1290円じゃないですか。ソースかけるとき下に置いといて。はいどうぞ、ガリバタダブルワンメンチです。
の16年前にもうここに15年ぐらい前はその本町の方が本店あってでそこでやり始めたんですけどで今はこれは2号店で13年目ぐらいですかねこれで今は本店の方は前からやってたその居酒屋と一緒に合体させてそれで本町トンテキかける天狗屋っていう名前でホルモンとかと一緒にやってます夜も飲めるスタイルでじゃあこっちはもう本当にそうですもうここはもうトンテキだけでやって本ます当のどういうお味をこう狙ってるみたいなのってあるんですか？まあそうですねやっぱりここ関西なんでタレとかそんなに厳しいじゃないですかなんで甘いけどスパイシーでコクのあるそれでいてなんぼでもいけちゃうみたいなそんなものを出しますはい。なんせ一人でやってるからさ、お忙しいのよ。そうですね。今日は日替わりが親子丼のセットなのよ。あ、はい。だから鶏の下処理。そっちへ入っていったとこのお店やね。あとはもうほとんど新しいなったから。そうなんですね。うん。さっと火通しとくとね、時間短縮になるしね、硬くならないのよ。最初から炊いてたら火通るまで時間かかるでしょ。はい。鶏肉が硬くなるから。で亡くなった主人がな皮嫌いやから皮は最初から取っとくのよ。あ、そうなんですね。あ、そう嫌なのよ。色も2種類から選んでいただけます。さらに職人さんが一つ一つ手作りで組み立てているんです。ちょっとこれつけて帰っていいですか？これお値段高いやろな。今回なんと特別に韓国からにお申し込みお問い合わせは01。ね、生活していかなあかんしね。そうですね。あ、見られへんて。見てよ。橋本さんはサボり方だけではなくて背骨の部分など大事な部分を教えてくれました。入ってらっしゃる。はい、おうどんとなんです。そばで
性に逃亡した疑いというのも浮上しておりました。でこの状況に対しまして日大の田中健人研究者は、妻に責任がいるようなことであればどうぞ。メモ通り洗濯お願い。たっぷり入った美味しいドリンク。小さい家族と検索を。全国で160度のあの機能性をどんどん増殖させてくれて、そのパワーを増してくれるのがいらっしゃい。
体調悪いの？体調整えようか。そんなことするなんで、そんなに早まりな。いらっしゃい。はい。休業している間も振り込まれましたが、保険会社にはい、ごめんなさい。お気に。はい、はい、ありがとうございます。いただきます。問題はないです。もちろん生活に月給に関しては問題があるんでしょうけど、給料損害証明書だけで言えば。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございました。めちゃめちゃ美味しかったです。もうほぼ毎週食ってる。もう豚1頭ぐらいいったんちゃう。
営業中はもう一人なんでバタバタしちゃうの嫌なんで、もう全部炊く分に分けて、もう入れたらいいようにこういう感じで全部分けてるんです。米洗ってっていうのを営業中にやってるともう回らなくなるんで。炊飯器3台使われるんですね。そうなんですよ。これ一応保温にするっていうので2台でずっと炊いてるっていう感じで、まあ5升は絶対炊くと思うんで、濃かった料理やってるんで、まあ入手するというかは誰かがハマってくれたらいいかなっていう感じなんで、だから味も濃いめですし。卵はいいの使ってますかね。やっぱ味も全然変わります。そうですね。チャーシュー自体が味濃いんで、やっぱそこに卵負けないように卵の黄身の味が濃いやつにしますかね。追加でダブルにしたら1個ご飯のせたりするんで、そうするとやっぱみんなね、いい卵で食べるとこう卵かけご飯じゃないですけど目玉焼きご飯みたいな感じになって喜ばれると思う。曲がりされない状態っていうのは何屋さん？もつ鍋屋さんです。今はちょっとね、もつ鍋屋さんの方が休憩というかスタッフの関係でちょっと休んでて、夜は今イタリアンが入ってる感じですね。だから昼は定食や夜イタリアンっていうわけわからん店になってますけど、その前は何ですか？その前はここで働いてました。ここもともとカレー屋さんやったんで、スパイスサロンバビルの塔っていうカレー屋さんで何年ぐらい働いてるんですかね。4年5年近く働いててっていう感じですかね。ずっとそこで店長やってたりとかして、で、まあ、閉まるってなったんでどうしたらいいかなってなって、曲がりがいいかなと思ったんで、で前のここからちょっと離れてるんですけど、そこの店舗で曲がりスタートっていうのが大体2年前ぐらいですかね。2023年の5月ぐらいにスタートっていう感じですかね。で今2年ちょっと経ったっていう感じですね。カレー屋さんの時から実はチャーシューエッグって出してたんですよ、メニューとして出してて、で人気やったんで、じゃあまあチャーシューエッグ1本でやるのもまあいいのかなと思ったんで、まあフライパンさえあればと炊飯器あればできると思ってたんで、それがスタートしたきっかけですかね。ご自身で作っておられる？ああ、そうです。まあちょっとでもね、なんか皆さんの目に留まってくれたらいいなと思ったんで、みんながおっと思ってくれるような感じでアカウントは作ってる感じですよね。平日も週末ももう50食限定っていう感じですかね。そうですね。イベントとかやるとやっぱそれぐらいは70人80人ぐらい来るんで、その時はもう50食じゃなくて全然2日で150食ぐらい用意してっていう感じなんで。こう前倒しに開けるとあんまり並ばないので、みんなねちょっとでも並ぶのとか待つのを短くできるのが一番いいと思って。トッピングとしては毛沢東スパイスと
ガーリックマヨネーズのトッピングが多分一番多いですかね。で目玉焼きダブルにするか、あとはライス大盛りにするか。ご飯大盛りだと大体400から450ぐらいで、ノーマルだと200から250ぐらいですかね。だから50食で、5升ぐらいと考えれば1人1合は食べてるぐらいの感覚ですね。だから多分大盛りの人もおって普通の人もおるんで、そのバランスでそんな感じなんで。お待たせです。はい。ガリマヨ。もちめさんどうしました？ノーマルでいいですか？はい。ごめんなさい、お会計だけ先払いになってます。1400円と1200円ですね。はい、一つ。ノーマルの。二つで。はい。一つが。
いらっしゃいませ。一応さん。そう、そちらの椅子座って待ってください。入ったら声かけます。愛知も2時からだって。でも決勝じゃなかったの？ただ単に目玉焼きこうバッてやっただけだとめっちゃ白身流れちゃうんで、それだとちょっと見栄えがかっこ悪いんで、だからこう形整えてっていう感じでやってるんですね。愛知から。いや初めて来ました。はい。スタンダードでしたけど、はい、お腹いっぱいですね。また来たいです。今日何調べてこられたんですか？ TikTok 見てきました。めちゃめちゃ美味しかったです。どちらから来られたんですか？愛知から旅行で。何ご注文されたんですか？ガリマヤと毛沢東スパイス、ホロホロで美味しかったです。まあ、うちのチャーシューの特徴としては、なるべくこう分厚く切ってあげるっていうのと、ラーメンとしては二郎系のラーメンが好きなんで、なんかチャーシューでご飯食べれたらなっていうのがもともとスタートなんで、味付けもどっちかというとこう、醤油の味というかラーメンの返しみたいな味付けにしてて、で、胡椒も効いてるっていうのもああいう二郎系も胡椒効いてる感じなんで、そういう感じで僕のチャーシューエッグを作ってる感じですかね。
でガリマヨとかもそれもやっぱ二郎系のラーメンにトッピングでガリマヨとかもあるので、だから合わないことは絶対ないので、もうスパイスはもう本当にどこのお店もあんまやってないのかなっていうオリジナルっていう感じだと思うんで、その辺はなんか自分の色を出せてるんかなとは思いますね。下に引いてます。いやめちゃくちゃ美味しかったです。肉がめっちゃ柔らかくて、でなんかご飯の進む味がすごい美味しかったです。スパイスも本当になんか食欲がめちゃめちゃ湧いて、本当にご飯が止まんなかったです。まあギリギリまでなかなか形保てないやつも中にはあるんで、どうしてもこう分厚いので、分厚くて硬かったらやっぱねしんどいんで、分厚いけど柔らかいっていうのがやっぱいいかなと思うので、で部位はもう豚バラしか使わないので、豚バラで柔らかく炊くっていう、まあ簡単に言えばもうちょっと角煮っぽいというか、それをもう最後焼いちゃうっていう感じなんで。はい、おきれいありがとうございます。
ご注文されたのは一番普通のやつですか？思ったより量が多くて大盛りにしようかな思ったんですけど、思ったより波でもボリューミーで美味しくいただきました。柔らかかったですね。箸で全部切れたんで、ちょうど胡椒がアクセントですごく美味しかったです。何からどのトッピングでどうやって食べたら美味しいやろって考えながら食べれるからあっという間になくなったかな。僕はからしとマヨネーズ混ぜて食べました。めっちゃいいですね。味ガツンときて美味しかったですね。ご飯めっちゃ多かったですね。もうなんか大盛り、もうなんか漫画盛りみたいな。それを食べきりました。食べきりましたね。余裕でした。案外ペロリでしたね。どこ食べてきたの？朝4時に万年食ってる。お待たせです。全部食べて。もうこれも数が。はいどうぞ。これ絶対。いますね。いつも一人ですもんね。大体ね。今なる2年丸2年オープン当初からね。その前にここで出してた味を覚えてて、ミート君が独立すんのやって、はあ、なくなったと思ったやつ食えるやんってなってからずっと、そっからめっちゃもうほぼ毎週食ってる。もう豚1頭ぐらいいったんちゃう。さすがに言ってると思うの俺。常に豚増しやねんから。結局醤油だれが一番うまい。この醤油だれが美味しいから全部トッピングがいけてると思ってるから、もう常にそれがなかったらご飯に合えへんと思う。もうだからこれは50食以上食べて気づいたこと。お疲れ様です。でも大盛りね食べたいと思うんで、やっぱあんな山盛りご飯食べるっていうのがみんなね嬉しいと思うんで、ああやってビジュアルからちょっとでもこうテンション上がってくれたらいいなと思うんで、そんななんかもうバカ稼ぎしてるわけじゃないですけど、まあ奥さんと2人でご飯食べていけるぐらいはまあなんとか生活はできてるかなと思うんで、まあでも
ね、ずっと曲がりっていうわけにはいかないんで、いつかは自分の店舗をやるっていうしかもうね目標はないと思うんで、どの業態になるんかはまだわからないですけど、もしかしたらチャーシューやらないかもわからないですし、でもやっぱね今こうやって来てくれるお客さんもいっぱいおるので、どうにかこれを続けれるようにちょっと日々頑張ります。美味しいって言ってもらえるその一言のためにこうやってるんかなっていうのはあるんで、美味しかったりもうみんなああやってがっついてくれるのを見るとすごいこうやっててよかったなって思うので、そういうメニューを作ってるんでね、やっぱそうやってみんなが箸止まらずガツガツっと食べてくれることが一番の答えなんかなと思いますね。